お正月あと少しやね。おしさんはお正月に飲むお酒ってちょこっと不思議な味わいのものに出会うことありませんか？そう、スパイシーな香りがする日本酒。紙の袋に入って売られているそそさんを日本酒に浸して元日の朝に飲むおせちのお供のお酒。その名もおとそ。聞いたことあるおしさんも多いと思います。毎年なんとなく近所でそそさんを買って去年と同じ海苔で作ってるお人さんも多いんじゃないかなって思うんやけど、でもと思った。とそさんっていろんな会社から出てるけど味や香りは同じなのかなって。そこで今日は近所で手に入るそそさんを3種類集めてきたので飲み比べてみることにします。公平性を保つために統一します。使うのは月桂冠山田錦辛口純米1カップ 210ml です。まず一つ目、駒丸は薬局で入手しました。京都にある中島生薬さんから発売されているおとそです。パッケージはこんな感じの紙製で、中にパックタイプのそそさんが1袋入ってます。こちらは3時間から5時間浸すとベストらしいので5時間駒丸は浸しました。紙の袋に直で1袋入ってるため保存するときに密封ができる入れ物に入れないと部屋中が塗装の強烈な匂いに包まれます。お塗装の香りが好きなお人さんは苦にならんかもやけど、誰かと一緒に暮らしてたりお塗装の匂いがちょこっと苦手な場合はそのまま保管するのは難しいかもです。わ、色きれい。これ5時間ぴったりに浸しました。お正月に関係なく楽しいよね。ほな、飲む前に3回今から言うことを繰り返してください。1人これを飲めば一家苦しみなく、一家これを飲めば一理病なし。1人これ飲めば一家苦しみなく、一家これ飲めば一理病なし。1人これ飲めば一家苦しみなく、一家これ飲めば一理病なし。おとそを飲む時のおまじないの言葉、実はあるんやよ。香りは山椒の匂いが強いかも。きつい匂いではないけど山椒が強い思う。木製新築の家、食べたことも飲んだこともないけど新築の匂いの味がする。スーッとしてるけど飲み口は柔らかいので、飲み込んで20秒くらいかな。舌先ではなく舌奥にピリピリと山椒を感じる。30秒後くらいに山椒と新築の味弱まったところで山椒のスーっていう冷たさの中にアルコールの熱さも感じるようになってきたけどそこまで強く感じない。もともとのアルコール度数は14度以上15度未満やけどスルッとしててスーってしてる。しばらく山椒のスーが続く。おせちの中にある脂っこいものとか味が濃いものと相性がええかもしらん。2口目は新築の家の味に変化があって浜暴風の味が先に立ってくる。面白い。こんなに分解して飲んだことがなかったからおとそ面白い。こんな味複雑なんや。へー。後味が少し酸味が加わり始めてこれすごい。あ、そうやおしさん、原材料の最後に書かれているオケラって草の方ね、別の方やないからね。その紛らわしい名前しとる子の味が少し甘みがあんねんけどそれが多分なんやけど駒丸が感じ取る新築の家の味の正体や思います。駒丸自身もその表現どうなんや思うけど本当どうなんや。口に含む前に香る甘い香りもこれや思うで飲み重ねていると次第に感じるのが薄づきの日記、つまりは八つ橋の香りと味。奥につんざく山椒、ピリつく山椒、その隙間に日記オケラ。これぞ正統派のおとそ。ずーっと飲んどると山椒を食べ過ぎた時みたいにベロが麻痺ってくる。これすごいな。おもろい。2つ目は大阪にある立石春陽堂さんから発売されている千載万礼塗装さんです。
コマ丸はスーパーマーケットで買いました。パッケージはこんな感じです。コマ丸は平置きにされていたものを購入したんやけど、もともと吊るしタイプらしく、こういう薄い袋に入ってます。こちらは購入した時から全く匂いが漏れていませんでした。使う前に一度開封してしまうと漏れてくるかもしらんけど、未開封だったらとっても保管しやすいなと思います。1梱包に2袋入りです。そして浸す時間は6時間から7時間がベストらしいので、7時間浸そうと思います。一人これ飲めば一家苦しみなく、一家これ飲めば一理病なし。一人これ飲めば一家苦しみなく、一家これ飲めば一理病なし。一人これ飲めば一家苦しみなく、これ飲めば一理病なし。お砂糖入れたからか少しとろっとしてるかも。すごいパンチのある味で。でもお砂糖を入れ溶かしてるおかげかまろい飲み口。山椒の強さも緩和されてて、ほんと少し、ほんのちょこっとだけ遠くの方でピリッとしとるかなって程度。飲みやすいかもしれない。経費日本のシナモン的な立ち位置にいるシナモンとは異なる似てる味のそれがとても良い香りで、よこれな。お正月だけじゃなくても飲みたいかもしれない。癖になっちゃうかもしれない。あんまり薬してなくて優しいのよ。ベロもピリピリすることもなくて本当に飲みやすい。はじめパンチあるかもって思ったけど、飲んでみたら全くそんなことはなくて、おとその味なんやけど山椒強めじゃないし、飲み口まろやかやし、飲みやすい、親しみやすい。そう、喉元を過ぎるまでは山椒の味がグンって襲ってくるんやけど、不思議なほどベロがしんどくない。ピリピリしない。まひるのも程よい感じ。激しくない。そこはかとなくお腹がポッポじんわり温かくなってきた。これは多分なんやけど、体を温める漢方が入っとるからや思う。なんか気持ちがふわっとしてチル時間の時のお供にもええんちゃうかなって思う。そんな後味と余韻が続く。何度も言うけど、喉元すぎる前は山椒パンチがギュインってくるから、初めで好き嫌いが分かれるかもしらんけど、コマ丸はこの最後のまろい感じが好きやもん。癖になっちゃう美味しさを持っとる。こんなに違うもんなんか落とそう。すごいな。ほんとお腹がぽんやーんってあったかくなってきて、胃もたれとかなんか柔らかく超和らげる予感がする。やからお正月のおせち料理とかお餅とか食べ過ぎちゃうお正月特有のあれを完全ではないにしろいたわってくれそう。後味と余韻がたまらんので、こんなのずるい。飲み続けていくとさ、山椒のピリピリ感や麻痺感は感じないんやけど、苦味を感じるようになってきた。おせちとか食べてたら気にならない程度の苦味がある。なんやろ、ほんとこんなに塗装でも違いがあるなんて。この企画思いついてよかった。その代わりポケモンのアーカイブ動画ストップすることになってしもうたけども、よかった。良いものが得られた。そしてお砂糖を入れたことで飲みやすくなったのか、もともと飲みやすい塗装さんだったのかもしらんけど、酔いが早いかもしらん。すごい。こりゃ飲みすぎちゃいますな。これはペースに気をつけないといけないうまさやも。3つ目は茨城県にあるTOTO酒製造さんから発売されている塗装さん。パッケージはこんな感じ。他の2つと同じ紙製の袋に包まれてます。これは日本酒を多く扱っている酒屋さんで購入しました。こちらも少し匂いが漏れておりますが、紙の中に紙ではなくビニール製のパックが梱包されているので、衛生的な観点からすると安全かなって感じました。自分の保管方法に疑問がある場合などに向いてるかもしれません。あと少し湿気ったところに置いてしまっても中がすぐ濡れてしまうっていうことは少ないかなって思います。一人これ飲めば一家苦しみなく、一家これ飲めば一理病なし。一人これ飲めば一家苦しみなく、一家これ飲めば一
一理病なし。一人これ飲めば一家苦しみなく。一家これ飲めば一理病なし。おお、これはこの3つの中で一番匂いがシナモンのお菓子を食べとる時に感じる甘い匂いがします。なるほど。今まで飲んできた2つのちょうど真ん中。いや、これはすごいで。口に含んだ時の山椒の匂いがほぼ感じず、その代わり景品の程よい甘い味とみかんの皮がフルーツ感を出し、胡椒が入ってるチョコレートみたいに異文化であるように見えつつ、実は相性がいい食べ合わせ。そんな雰囲気がある。後味に少しピリッとした山椒を感じるんやけど、強くない。今、コマ丸感動してる、興奮してる、おもろい。コマ丸2番目の塗装が好きかもしれない言うたけど、ごめん。訂正する。コマ丸こっちが好き。山椒のパンチがなくて、後味にちゃんと山椒はおるんやけど、ギュインってくる、襲ってくるわけでもなく、正座した山椒がお利口さんにおるんよ。これ、明確な時間が記されてなかったから、普通に考えて8時間一晩浸したんやけど、それでも薄すぎず濃すぎずで、どんな量でもいける気がしてきた。アップルパイやスイートポテトにはシナモンが入ってこそ美味しいって思ってるおじさん。このお塗装かもしらんで。知らんけども、それぐらい景品の旨味が嫌な感じなく出てる。その合間にみかんの皮、みかんの爽やかさとほろ苦さがあって、実に飲みやすい。コマ丸は検証するためにみりんを入れてないんやけど、これみりんとか入れたらほんとスイーツになってしまうんちゃう？ならんかもやけど、それぐらいそう思ってしまうくらいほんと飲みやすいし、とっつきやすい。うまい。2、3口くらい飲み重ねても山椒のピリピリ感もほぼベロ下になくて、お塗装って別にピリピリしなくてもいいものなんやって教えてくれた。ほんと飲みやすい。3個飲み比べてみた中でいっちゃん飲みやすい。甘くて飲みやすいのがいい場合は2つ目のやつで、甘いのは特に望んでへんよ。けどシナモン強めがってお人さんはこれで、山椒強太郎が好みやっていうお人さんが1つ目のやつって感じかもしらん。そんぐらい個性が分かれた。おもろい。すごい楽しい。あと今飲んでんの2番目よりもすごい体が熱い。あったかくなる。汗ばんでます。すごい。こんなに色々とちゃうんやね。楽しいね。酔っ払ってるから楽しいかな。いや、きっとシラフでも面白い思う。そんぐらい有意義な検証になった思う。おもろい。これと相性がペアリングはね、脂っこいよりも淡白なもんと相性が気がする。なんやろ。まず黒豆さんやろ。それと田作り。あと数の子とも良さげかも。おしさんはおせち料理の中で1、2、3、3つ選ぶならどれ？こま丸は1位酢だこ、2位甘い伊達巻き、3位栗きんとん。お餅系の料理は省いた。外しました。お餅入れちゃうと選びきれへんくなるから外しちゃった。美味しい。おせち楽しみやね。こま丸はコンビニさんで頼んじゃってるけど、楽しみでしかない。でも田作りと栗きんとんと黒豆はいっぱい食べたいから自分で作るんだ、毎年。でさ、田作りって食べ過ぎちゃうと上顎皮むけちゃわん？あれ、意味に痛いよね。でも毎年やってしまうけど食べちゃうんよね。その前にクリスマスがあるやろって話やけど、お正月も待ち遠しい。おしさんどうやった？意外とおとそさん、おとそって同じように見えて違ったね。こま丸驚いちゃった。おしさんが毎年飲んでるおとそや見かけていたとそさんがあった？もしよかったら感想など書いて教えてくれたら嬉しいです。今日も見てくれてありがとう。また次の動画で会えますように。じゃあまたね。良い邪気払いができますように。